今回は夏にぴったりのひんやりデザート、炭酸ゼリーの作り方をご紹介します。プルンとした食感と口の中で弾けるシュワシュワ感がたまらない爽やかなゼリーです。寒天バージョン、ゼラチンバージョンとご紹介しますので、ぜひ最後までお楽しみください。まずはゼラチンバージョンの作り方からご紹介します。最後は洗い物が楽になるよう、ボウルは水でさっと濡らしておきます。ゼラチンは 10g。このような袋タイプの場合は、1袋 5g 入りの場合が多いので2袋使います。そしたらゼラチンにお湯を大さじ3杯入れます。ホイッパーで混ぜてゼラチンを溶かします。よく混ぜてゼラチンの粉がなくなったら OK です。ここにレモン汁を大さじ 1.5 杯加えます。レモンは香り付けのために入れているので、シークワーサー果汁などお好きな柑橘の果汁に変えていただいても大丈夫です。軽く混ぜ合わせたら、今度は蜂蜜を入れます。今回は甘さ控えめで大さじ4杯入れます。大さじ6杯入れるとしっかり甘くなるので、お好みで調整してください。もちろん他の甘味料で代用していただいても大丈夫です。よく混ぜ合わせてください。蜂蜜は比較的溶けやすいですが、粉末の甘味料で代用した場合、溶けにくい場合もあるかもしれません。よく混ぜても溶けないときは、鍋に移して温めるとすぐに溶けると思います。全体がよく混ざったら、いよいよ炭酸水を加えていきます。普通の炭酸水でも大丈夫ですが、これから買うなら強炭酸水がおすすめです。失敗しないためのポイントその1、炭酸水は必ず常温に戻しておいてください。冷たいままだと全体が均一に固まらなかったりします。ポイント2つ目は、炭酸が抜けないように静かに注ぐこと。勢いよく入れると、せっかくの炭酸が飛んでしまいます。3つ目のポイントは、混ぜる時も優しくゆっくり混ぜること。軽く混ぜるだけで大丈夫です。泡はアク取りやスプーンで軽くすくって取り除きます。お好みの器にお玉などで静かに流し入れます。シュワシュワしていてすでに美味しそうです。グラスに入れるのもおしゃれで涼しげに仕上がります。軽く上にラップをしてから固まるまで 2、3 時間ほど冷蔵庫で冷やします。応用編としてグラスに注ぎ入れずにペットボトルで仕上げることもできます。蓋を開けたら 50ml 分くらい中身を減らしてください。それからゼラチン液をそっと入れます。少しずつ入れないとこうなります。糸のように細くゆっくり入れましょう。
最後は結局泡が出てきてしまいますが、強行突破します。蓋を閉めたらペットボトルを優しく傾けて混ぜ合わせます。こちらも冷蔵庫で固まるまで 2、3 時間冷やしましょう。冷やしている間に寒天バージョンをご紹介。寒天は植物性の食物繊維が多く、整腸作用も期待できるヘルシーな素材です。ただし、ゼラチンと違って溶かすときに加熱が必要です。お水 150ml を鍋に入れます。粉寒天を小さじ4杯分 8g 入れたら混ぜてから火にかけます。すぐに沸騰してくるので2分ほどしっかり混ぜながら煮ていきましょう。寒天は常温の水やぬるま湯では溶けません。85度以上でしっかり加熱することで粉末や塊が完全に溶け、均一に固まります。2分ほど加熱したら火を止め、レモン汁を大さじ2杯加えます。一度混ぜ合わせましょう。寒天は火から下ろすとすぐに固まり始めるので手早く作業します。蜂蜜は大さじ5杯。こちらも甘さ控えめなので大さじ6から7くらい入れるとしっかり甘くなります。ゼラチンとは違い、寒天を溶かす段階で水を多めに使っているので、蜂蜜の量も出来上がりの量も少し多くなります。しっかり混ぜ合わせてください。常温の炭酸水をゆっくり加えます。500ml のペットボトルの炭酸水がなくなってしまったので 250ml の炭酸水を2本入れています。すべて入れたら炭酸がなくならないように優しく混ぜます。泡が多すぎるので少しすくいます。見た目を重視しない場合は泡は取り除かなくても大丈夫です。寒天はゼラチンよりも固まるのが早いので、すでに固まり始めています。急いで器に流し入れます。グラスに入れたら泡立ってビールのような見た目に。こちらも冷蔵庫で2時間ほど冷やします。2時間経ちました。こちらは寒天で作った方のゼリーです。寒天は30分もすればしっかり固まりますが、冷えるまでに 1、2時間かかります。見るからにシュワシュワしていそうです。出来たてが一番シュワシュワしているので、次の日まで待たずにできたらすぐに食べるのがおすすめです。飾りで冷凍のミックスベリーを乗せてみました。シュワシュワと炭酸がしっかり残っていて、レモンの酸味が爽やか。さっぱりしてとても美味しいです。今回は蜂蜜で甘みをつけましたが、レモン汁のみの無糖でも美味しく作れます。無糖で作ればほぼ0キロカロリーですから、ダイエット中のおやつにもぴったりです。そしてこちらはゼラチンバージョン。
寒天と違い、見た目はあまりシュワシュワしていません。おそらく寒天より固まるのに時間がかかるからだと思います。しかしゼリー特有のプルプル感が楽しめるのは断然このゼリー。寒天で作ると若干固めのゼリーですが、こちらはプルプルしていてつるんとした食感です。食感だけで考えるとゼラチンに軍配が上がるような気がしますが、炭酸感は寒天の方が強く感じるので甲乙つけがたいです。あとゼラチンの方は無糖で作るとゼラチン特有の臭みが出るので個人的には苦手でした。無糖で作りたいときは寒天がおすすめです。ペットボトルの方はどうでしょう。このように絞り出していただきます。こちらはもちろんそのまま食べても良いですし、ジュースで割ってゼリードリンクにしても美味しいです。自家製のクラフトレモンジュースで割りました。ペットボトルできつく蓋を閉めていたからか、先ほどのゼリーより強めに炭酸が残っていました。シュワシュワが強く感じられてとても美味しいです。最初にご紹介したゼリーは2つとも次の日になると炭酸が少し抜けてしまいますが、こちらはペットボトルのキャップを強く閉めていれば次の日も炭酸が残っていました。ゼラチンバージョンと寒天バージョンを比較した結果、寒天の良いところは炭酸ゼリーとして見た目も味も良く食物繊維も摂取できるところや、無糖でも美味しくいただけるところ。ゼラチンの良いところは煮たりしない分作り方が簡単でゼリー特有のプルプルした感じを楽しめるところ。個人的には無糖だとあまり得意ではありませんが、ゼラチンにはコラーゲンが入っているので美容面でもおすすめです。シュワシュワが次の日も残りやすいのはペットボトルバージョンと寒天バージョンといった感じでした。ご自身のお好みに合わせて作ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。